こんなにも美しい音楽を聴くことができるなら、パンと水だけで過ごす罰はそれほどひどいものではない気がするのです。チャオ、私の名前はアントニオ・サリエリ。1750年生まれのオペラ作曲家だ。今回は私がまだ子供の頃の話をしようと思う。当時のベネツィア共和国、今のイタリアだね。その中のレネアゴという場所で、裕福な商家の8番目の子として生まれたんだ。そこで私は著名なバイオリニストの弟子でもあった長兄のフランチェスコに初めて音楽の手ほどきを受けた。私は小さな時から音楽が大好きでね、昔から音楽の聴ける機会があれば欠かさず足を運んでいたんだ。演奏の腕が確かな兄さんはたびたび町の教会で行われるコンサートに招かれていて、兄が乗る馬車に空きがあれば私も一緒に連れて行ってもらっていた。でも私が10歳のある時、教会の完成祝いの催しに兄が行くと聞いて、当然私も行けると思っていたのに、馬車の空きがないと置いていかれてしまったんだ。みんなだったらこんな時どうする？そうそう、タクシーを呼んで前の馬車を追ってもらうって。いや、この時代にタクシーはないんだよ。私は徒歩で教会に向かうことにしたんだ。美しい音楽が聴けるなら歩くくらい余裕さ。でもここで少しミスをしてしまってね。両親に許可を取り忘れてしまっていたんだ。わざとではないよ。まあ当たり前の話だけど、帰ったら両親がカンカンに怒って、次に同じことをしたら1週間パンと水だけで部屋からも出さないぞと言ったんだ。確かにこれは私が悪い。しかしよく考えてみたらね、素晴らしい音楽を聴くためならパンと水だけで過ごす罰も悪くないのではと思ったんだ。そもそも私は水しか飲まないしね。甘いワインでもあるなら話は別だけど、パンだって砂糖があれば美味しく食べられるし。というわけで私は次の機会のために砂糖を備蓄し始めたんだ。そうして私のお砂糖へそくりもたまった頃、地元の教会のミサに参加した私はそのまま帰ればよかったんだが、そう遠くない教会で兄さんのコンサートがあることを思い出して、その足で兄の元へ向かったんだ。でも城門を過ぎたあたりで捕まってしまった。私はしょぼくれて家に帰り、ついに両親からの罰を甘んじて受けることになったんだ。私は鍵のかかった部屋で本を読んだりクラビーヤを弾きながら、僕は悪くない、音楽が聴きたいという純粋な意志で行動しただけだと自分を慰めていた。砂糖の備蓄もあったしね。けど昼食の時間になり砂糖を取り出そうとすると見当たらない。部屋中探してもあんなに備蓄した砂糖は見つからなかった。なんと妹を通して私の企みを知った両親があらかじめ私の砂糖を根こそぎ回収していたんだ。なんで妹が知ってたのかって。いや、実は妹にだけ私が砂糖を貯めてることを話してしまってたんだよね。失敗ともあれ、砂糖なしの食事が1週間。ようやく事の重大さを思い知った私は泣きながら両親に許しを請い、家族の食卓に戻してもらったんだ。それからというもの、親しい人たちからはしょっちゅう「アントニオ君、砂糖は十分もらっているかい?」なんてからかわれたものだよ。子供の頃の楽しい思い出話だね。しかし穏やかな家族の時間は長くは続かなかった。私が13歳の頃に母が亡くなり、父も蒸発してしまった。そして数年間惨めな暮らしを送ったけれど、私たちの境遇を知った父の知人であり名家のモチェニーゴ様が私を引き取りベネツィアに連れてきてくれたんだ。そこで私は第二の父と慕うことになる偉大な師ガスマン先生に出会うことになる。さて、今日のお話はここまでにしよう。次回はガスマン先生の下での修行の日々で起きたハプニングなんかを話そうと思うよ。それではまたね。